おはようございます。たかしです。本日は5月30日木曜日、ただいま7時56分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。7月からノートメンバーシップなどの値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば、7月までに無料期間をお試しください。URL は概要欄にあります。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。現在ポンド円はダブルトップが意識されるような、そういうポイントに来ましたね。直近のこの高値 200.5 というところで一旦天井をつけて、昨日は陰線で下落に入ってきております。そう考えるとここからダブルトップでの下落になっていくとも考えられますので、もしかするとこの冷やしのトレンドライン、この白いトレンドラインがありますが、その辺付近までの下落の可能性も考えておく方がいいと思います。ストキャスティクスずっと高値圏に張り付いていたんですが、ようやくデッドクロスをしてきましたので、そうするともしかするとですが GMMA の青帯付近までの調整下落が考えられます。その場合はトレンドライン付近まで下落してくると思いますので、ここからじりじりと下落した場合は195円台とかそのあたりまでの下落の可能性は考えておきたいんですが、基本的には今ずっと強い上昇をしてきておりますので、いきなりここまで下落すると考えるんではなくって段階的に考えていくのがいいですね。まずは1時間足の上昇トレンドを崩すかどうか、そして4時間足の上昇トレンドを崩すかどうか、そのように見ておくとだんだんと下落していきますので、今はもしかすると日足の天井をつける可能性がありますので、ここからは下落方向に動く可能性は十分にある、そういうポイントにありつつも、基本は上昇トレンド中ですので目線が難しいところにありますので、そこはご注意ください。では4時間足です。4時間足を見ていると、今までずっとこの赤い GMMA の青帯の上で動いてきたんですが、昨日の下落でそれを下抜けかけてますよね。本日も陰線から始まっておりますので、GMMA の青帯ぐらいまでは下落してくる可能性が考えられます。そうすると 199.5 ぐらいまでの下落はイメージしておいた方がいいかもしれないですね。そして直近ですとこのオレンジの水平線、このあたりが意識されてくると思いますので、198円ぐらいまでの下落の可能性も考えておきたいです。基本的に現在上昇トレンド中、GMMA の青帯の上で動いてますし、過去の動きを見ても GMMA の青帯でサポートされて上昇してきてますので、今回下落したとしても GMMA の青帯でサポートされて上昇する可能性も十分あります。そして昨日は下落はしてきてますが、この下落の仕方もじりじりとしているのでかなり分かりにくくなってますので、分かりにくいところでトレードすると負けやすくなりますので、それはご注意ください。基本的には上昇トレンド中、その中の現在は調整の下落と考えております。ただ日足ではダブルトップが意識されるところにありますので、もしかすると大きな下落になる可能性はありますので、その辺注目ですね。では1時間足です。1時間足には赤い水平線を引いております。このあたりを目安にしておくといいのかなと思います。直近の高値ですね、200円付近と199円付近です。このあたりで下げ止まるのであれば、そこからの上昇をイメージしておいてもいいと思いますが、今までずっと GMMA の青帯の上で動いてきていたんですが、昨日 GMMA の青帯を下抜けてきてますよね。ということは本日上昇しても GMMA で上値を抑えられて再下落ということも考えられますので、こういう動き方はイメージしておくといいと思います。一旦上昇して GMMA の青帯付近で上値を抑えられて下落して200円ぐらいまで下がっていく、もしくは200円をさらに下抜けてくると199円ぐらいまで下がっていくという、そういう可能性ですね。もちろんこのまま GMMA の青帯を上抜けた場合、そうすると GMMA に再びサポートされて上昇していきますので、その場合はこの上昇についていけばいいと思いますし、ですので本日は GMMA の青帯でレジスタンスされて下落するのか、 GMMA の青帯を上抜けてそこにサポートされて上昇するのかというところを見ておくとトレードがやりやすいと思います。では次はドル円を見ていきましょう。こちらもストキャスティクスは高値圏にあるんですね。ただ昨日は高値更新をしてきておりますので、かなり根強く上昇しているという感じです。現在ターゲットが158円付近と考えておりますので、その辺付近までは上げ切ってしまうのかなと。今ちょうど158円手前ぐらいまで昨日は上昇してきましたので、もう少し上昇しきってしまうのかなと考えておりますので、158円付近まで上げてから、そこからどうなるかっていうところを見ておくといいと思います。
思います。では4時間足です。先ほど言っていた158円というのがちょうど直近の高値になるんですね。157.987 約158円ですので、このあたりを現在は目指しているところですので、そこまで上昇して下落するのか、それともそこを突破してくるのかっていうところを見ておきたいです。日足も4時間足もストキャスティクスは高値圏ですので、一旦の調整下落を待ちたいですが、昨日なんかそうですよね。昨日、一昨日もそうですが、GMMA の青帯に押しをつけて一昨日は上昇。昨日も一旦下落したんですが、ちょうどこの一昨日の高値付近っていうのがサポートになって上昇してきておりますので、本日も一度押しをつければそこからの上昇の流れを考えておけるといいと思います。このままスルスルと上昇した場合は158円を超えてからの動き、こんな動きですね。こういうような動きを想定しておくといいと思います。ただ、ストキャスティクス高値圏にありますので、GMMA の青帯ぐらいまで押しをつけてくる可能性も十分あるので、そこはご注意ください。では1時間足です。昨日は一旦上昇から始まって、そして GMMA の青帯まで押しをつけて、ちょうどここの GMMA の青帯でローソク足の実体が止められてますよね。この辺すごくわかりやすかった動きだと思います。そして GMMA の青帯からの上昇で、現在は高値更新をしてきているところですね。なので昨日と同じ動き方です。GMMA の青帯ぐらいまで下落してくれば、そこからの次の上昇の流れをイメージしておくとトレードがやりやすいと思います。本日上昇から始まっておりますので、もしかするとこのまま158円を目指すような動きになるかもしれませんが、その場合は先ほど4時間足で言った動き方をイメージしておいてください。当然158円を達成すればそこから一度深めの押しをつけに来る可能性もありますので、158円までは上昇方向についていく。158円では一旦の下落を考えて、158円を上抜けた場合はそこからの上昇の流れについていくという考え方を持っておくとトレードやりやすくなると思いますので、参考にしてみてください。そして現在使っているチャートなんですが、トレーディングビューという無料のチャートツールになります。かなり使いやすいチャートツールで無料で使えますので、よければ概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご利用ください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。こちらは7月から値上げをしますので、ご興味があれば6月中にご登録をお願いします。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。